皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。なあなあレ夢ム、この間出かけた時に変なことがあったんだ。変なこと？ああ、この間友達と新宿から JR の特急に乗って日光に行ったんだが、着いたのは JR の日光駅じゃなくて東武日光駅だったんだよ。それがどうかしたの？どうかって、おかしいじゃないか。なんで JR に乗って東武日光に着くんだ？ああ、それは JR の特急日光は栗橋から東武線に入るからだよ。なんでわざわざそんなことをするんだ？マリサ、ここに至るには長い歴史があったんだよ。そうなのか。ということで今回は日光戦争と、そこに至るまでの経緯について、2、3回に分けて解説しようと思うよ。戦争とは物騒な。そう表されるほどの激しい戦いが、かつて国鉄と東武の間で繰り広げられていたんだよ。そうなのか。それは気になるんだぜ。それじゃあみんな、ゆっくりしていってね。早速解説に、と言いたいところだけど、まずは日光についておさらいしておこう。マリサは日光というと何を思い浮かべる？やっぱり日光というと東照宮かな。あとは華厳の滝とか。そうだね。他にも二良山神社や輪王寺といった寺社仏閣、中禅寺湖や千丈ヶ原といった景勝地でも知られるね。この中でも家康を祀る東照宮の力は大きくて、江戸時代には多くの参詣客で賑わっていたそうだよ。明治に入った頃は幕府の後ろ盾がなくなったことで、一時衰退を余儀なくされた日光ではあったんだけど、明治18年に宇都宮までの鉄道が開通したことによって、東京からの所要時間は大幅に短縮され、日光は観光地としての復興を果たすことになったよ。ちなみにこの時の所要時間はどれくらいなんだ？東京宇都宮間がおよそ3時間。そこから人力車だから、だいたい6から7時間くらいじゃないかな。早くなったと言っても移動だけで半日消えるんだな。まあそれでも鉄道が開通する前は宇都宮までの駅馬車だけで12時間かかってたわけだから、それに比べれば大きな進歩だったんだよ。なるほどな。そしてこれによる効果は日本人に対してだけではなく、次第に外国人観光客も訪れるようになった。国際観光都市としての、日光の源流はここにあるとも言えるよ。と、まあ日光についてはこのくらいにして、いよいよ本題に入ろうか。時に明治19年、鹿沼、今市の有力者たちは、宇都宮と今市を結ぶ鉄道を計画する。翌明治20年には日光鉄道として届け出が出され、建設に向けて動き出したよ。そしてこの鉄道は日光への観光客や、その山向こうの足尾への需要も見込んでいたものだったんだ。つまりこれが日光方面への鉄道計画の第一歩だったんだな。そうだよ。そしてこの路線は日本鉄道への接続が考慮されていて、その後建設や運行に関わることの一切を日本鉄道に委託することになったよ。だからまあ事実上の支線扱いだったんだね。この計画には後の調査で修正が加えられ、現在の日光線と同様のルートになったよ。その後明治22年には建設費の見込みが大幅に膨らんだことから、日光鉄道は解散。計画は日本鉄道が引き受けることとなったよ。そしてこの時期に日光周辺から延伸の陳情があり、日光への延伸が決定。現在の日光線の形が決まったんだ。こうして明治23年、後の国鉄日光線は開通し、日光駅が開設されたよ。これによって日光へのアクセスは大幅に改善され、始発に乗れば午前のうちに日光に着くことも可能となったんだ。一泊二日だった時代を考えると、覚醒の感があるな。そうだね。こうして日本鉄道、そして後の鉄道省は日光への観光客を長らく独占することとなったんだよ。しかし、明治も終わり、大正になると、
そんな日光線の盛況を見て、新たに参入しようというグループが現れる。そう、我らが東武鉄道だ。ようやく主役の登場だな。すでに伊勢崎線を開通させ、北関東に勢力を伸ばしつつあった東武鉄道は、すぐ北の日光への輸送が盛んなことに注目。日光への路線建設を計画するよ。当時すでに足がかりとして買収した佐野鉄道の九頭駅から北に線路を伸ばし、鹿沼までを結ぶ計画があったんだけど、これはそれをさらに延長して、日光までを結ぼうというものだったよ。なんだか随分と山の中を行く感じだな。そうなんだ。確かにこのルートは建設する距離を大幅に削減できる。しかしその反面、東京からの距離は長くなり、勾配で列車の速度も上げられないことが判明する。さらに、ここに来て第三の勢力が殴り込みをかけてきた。その名は、東京日光電気鉄道。このグループは東部の免許取得の2年後である大正10年に免許を申請していて、東京と日光の間を全線電化の近代的な鉄道で結ぶ計画だったよ。起点は東京の巣鴨で、途中王子、川口、岩槻、五日、古賀、栃木、宇都宮、今市などを経由して、終点日光まで約 132km の計画だったよ。この計画で重要な点は3つある。まず第一に東部の計画と競合し、既存の東北本線や東武伊勢崎線とも並走していること。第二に日光までをほぼ直線的に結んでいて、国鉄や東部の計画線よりも距離が短いこと。第三に直流線 200V による電化路線であることだよ。それがどう重要なんだ。まず路線が既存路線と並行していることについて、これは言わずもがなだけど、並行する路線が複数あれば、当然相互間で旅客や貨物の奪い合いが発生する。これが原因で共倒れなんてことになれば目も当てられないので、そういう免許は却下されることも多い。ところがこの時代は、ちょうど第一次大戦後で空前の好景気。十分な資金を集めやすく、各地で鉄道建設の機運は非常に高まっていたんだ。さらに国側も積極的に免許を与える姿勢で、賄賂を用意したり、天下り先となったりすれば免許を獲得することは比較的容易だった。そしてこの路線は東部の計画線より線形が良く、距離も短い。加えて直流電化路線として建設する予定だったから、非電化、長期運転の国鉄や東部では、とてもではないが所要時間で太刀打ちできない。もしもこんな路線に免許が下りたらどうなるか。東部側にとって、かなり衝撃的な計画だったに違いないよ。なるほどな。さて、話を戻して東武鉄道。折からの好景気に加えて、対抗馬の出現と、同社の日光延伸計画を取り巻く状況は、大きく変化していた。そこで東武鉄道は、日光へ日帰り旅行ができる路線へ、計画の大幅な見直しを決心した。路線の分岐点は佐野線ではなく、伊勢崎線の杉戸駅付近へと変更。線形も高速運転向きなものとされ、日光までの距離も 135.5km と、大幅に短縮されたよ。この免許は東京日光電気鉄道の出願から約1ヶ月、大正10年5月に申請された。そして時は流れ、2年後の大正12年、東武鉄道に認可が下りる。そしてこれを知らせる官報の次のページには、東京日光電気鉄道の名前があった。両社揃って認可を受けられたわけか。ってことはいよいよ両社の戦いが繰り広げられるわけだな。そう。当時の関係者は誰もがそう信じて疑わなかっただろうね。しかし、現実はとても残酷なものだった。何かあったのか。マリサ、前回の解説を思い出してみて。大正12年、関東で日本中を震撼させる大事件が起きたのを。大正12年？あ、そう、突如として関東を襲った大災害。関東大震災が発生してしまったんだ。現実は非常なり。この時東武線も被害に遭い、本社社屋とともに多くの図面や資料が海人に帰してしまった。ああ、東京日光電鉄は宇都宮資本なので、直接の被害は受けていないはずだが、
さすがに起点の東京がこのありさまではノーダメージとはいかなかったようで、計画は行き詰まってしまった。でもこれも復興計画が決まるまでの辛抱だろ。そんなに大きな問題なのか。実は問題大ありなんだよ。どうしてだ？これを理解するには、まず鉄道を引くための手順について知っておく必要があるよ。せっかくだからちょっと詳しく説明するね。頼むぜ。まず、鉄道を引こうと考えた人がいたとしても、一人であれこれこなすのは不可能だよね。だから、まずは同志を集めて発起人会を開き、計画を練っていく。それができたら、次は免許の申請だ。企業目論見書、線路予測図、建設費概算、営業収支概算を作成し、都道府県庁経由で鉄道省へと提出するよ。これらの計画は、関係する監督局で分析され、認可不認可の判断が行われる。この過程で8割方の計画は弾かれるんだけど、この判断はかなり不明確な基準によるものだったよ。だから私鉄各社は政治工作にせっせと励むわけだね。さて、この難関を乗り越え、不設免許をゲットしたら、いよいよ建設に向けて動き出せる。と言ってもいきなり工事ができるわけではない。指定された期日までに資料を揃え、工事施工認可を受けなければならないんだ。提出までの期限は、1年ほどの場合が多い。この間に測量や、トンネル、橋梁の設計を行い、工事方法まで定めなきゃならないから、非常に大変な作業だったんだよ。はい。加えて、会社設立がまだの場合は、資本金を集め、会社の創業も済まさねばならないんだ。そんなことだから、せっかく免許を獲得しても、この段階になって挫折した路線も多いんだよ。ちなみにこの申請に必要なのは、線路実測図、工事方法書、建設費予算書。会社設立がまだの時は、ここに会社設立等本と、定款を加えた5つだね。これが認可されると、やっと建設に入れるんだ。随分と長い道のりなんだな。そうだね。ちなみにやっと線路が引けるようになっても、用地買収に苦戦したり、会社内で内紛が起きたりすることもあるし、何より建設に入るのが遅れると、せっかくの免許も取り消されたりするから、油断はできないんだけどね。そんなこともあるのか。話を戻して東京日光電鉄。認可が下りたのは関東大震災の直前。大正12年の7月。いくら1年あると言っても、現状ではどう見ても指定の期限には間に合わない。そこで東武と東京日光電鉄は、申請期限の延期を願い出ることにしたよ。あ、そういうこともできるのね。一応ね。だけど、これはすごくタイミングが悪かったんだ。震災の翌年、鉄道大臣に就任した戦国光義は、この手の申請にはとても厳しい人物だったんだ。実際、戦国の就任前、大正12年に免許執行となった路線は、112km だったのに対し、就任後の大正13年には、なんと 730km。路線数にして38路線もの路線を執行させたんだ。そして、東京日光電鉄もこの餌食となる。震災によって設計に入ることができないのは、誰の目から見ても明らかだったから、当初鉄道省もこの申請については認可の方針で、事務次官、政務次官もすでに承認していた。ところが雷鉄商こと戦国氏、この書類を見るなり、これはいかんと一周してしまう。これはさすがにまずいと感じたのか、当時の事務次官は説得を試みたそうなんだけど、戦国氏は、いかんと言ったらいかんのだ、と聞く耳を持たなかったらしい。その一方で、東武鉄道の申請は同社の実績や、時の政権、県政会とのコネのおかげか、案外あっさりと通ってしまった。そんな不公平なことって、東京日光電鉄からしたら悪夢だな。本当にそうだね。結局大正13年9月、東京日光電鉄の鉄道不設免許は失効してしまう。普通はこんなことになったら、諦めて廃業してしまう場合が多い。ところが、この会社はちょっとやそっとでくじける会社ではなかったんだ。
免許失効直後の大正13年10月、東京日光電鉄は全く同一の路線免許を再申請する。さらに、震災というやむを得ない事情があるのに、期限延長を却下するのは不当だということで裁判も起こし、二段構えで免許復活に奔走したよ。必死の抵抗だな。そうだね。その後、再申請した免許は翌年却下されてしまったんだけど、裁判は長く続き、結果元号も変わった昭和4年、ついに失効した免許の効力を復活させることに成功したんだ。免許失効より実に5年。失効した免許が復活した例は、後にも先にもこの1件だけのようだよ。これでやっと路線が建設できるんだな。マリサ、残念だけどそうはいかなかったのよ。なんでだぜ、こんなに頑張って免許を獲得した彼らが、そうやすやすと諦めるはずないんだぜ。マリサ、多分だけど、肝心なことを忘れているんじゃない？何を忘れてるって？日光を目指した鉄道は、何も一社だけではなかったということだよ。東京日光電鉄が免許の復活に躍起になっていた5年間、東武鉄道はコツコツと路線を建設していたんだ。そして、この年の10月に東武日光線は開通となった。しかも、途中で計画が変更されて、蒸気運転ではなく、全線直流線 500V で電化されていた。さらに悪いことは続く。同じ昭和4年の10月には、アメリカである歴史的大事件が起こった。これ以上何が起こるんだ？世界恐慌。積んだ、完全に積んだ。結局このせいで東京日光電鉄は建設に入ることはなく、翌昭和5年10月に免許が失効。3つ目の日光三景路線は、日の目を見ることはなく歴史の闇に埋もれていったよ。ちなみに、これは余談なんだけど、東武日光線の開業前には他にもいくつかのグループが路線建設を計画していて、その中には小田急こと小田原急行も含まれていたよ。もしかして、戦後の東武直通計画って、この時の野望がまだ生きていたからなのかな？そうかもしれないね。まあ、結局これらの計画も却下され、東京日光電気鉄道は生き残れず、日光への観光客輸送は東武と国鉄の一騎打ちになった。これが後、戦争を挟んだとはいえ80年にわたって続くこととなる日光戦争の始まりだったんだね。キリがいいので、今回はこれくらいにしておこうか。次にやるときは、いよいよ本題の日光戦争について語ろうと思うよ。やっと本題か。まあこんな長時間の動画を耐えてきた視聴者の方々には余計なお世話だろうけど、次回も超単調かつ長々とやっていこうと思うので、覚悟だけはしっかりと固めておいてくれると助かるよ。まあ一応度 M 仕様にならないようには注意するから、懲りずにまた見てくれると嬉しいです。とりあえず、みんなよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。